それでは代入演算子について説明します。例えば A イコール10という場合ですね、こう A を表示すると、ここでこの代入したので10と出ますよね。この時ですね、A の値を A プラス10としたらどうなるかというと、表示してなかったですね。すいません。こうすると20になるんですね。この値がここに入って、これに10を足すというような形になります。そしたら、ここが20になった結果をこちらの A に入れるというような形で、通常の数学の式と違って、右辺の内容を左辺に代入するというような形になりますね。それで、ここでですね、ここをこういうふうに、書いたらどうですかね。こうすると、結果同じなんですよね。で、これはですね、先ほどの式、と同じっていうことになります。先ほどここに書いた A イコール A プラス10。この式と下の式、こちらの式は同じということになります。この下の式、この式のことを代入演算子というふうに言います。例えばこちらの方でプラスじゃなくてマイナスにしますよね。そうすると最初の初期値が10、そしてその値から10を引いたものを新しい A とするっていうような形になりますので、この場合は0っていうことになります。これはプラスマイナスだけではなくて割り算も使うことができます。そうするとこれが1になりますね。で、掛け算も使うことができます。こういう形で掛け算もこういう形で使うことができるんですね。文字の数をですね、少なくしてこういうような式を組み立てることができます。